どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイの騎兵ヒーローについての解説をやっていこうかなと思います。もうこのドゥームステイ、ヒーロー、めちゃめちゃ重要ですよね。ただ、最近、新しいヒーローが実装されたり、野戦で最適な構成であっても、ラリーでは強くなかったり、じゃあ逆に、そのラリーでは最適な構成であっても、中トンでは最適な構成ではなかったり。あとは、中級者の方や上級者の方には、このヒーローがおすすめでも、初心者の方には別のヒーローがおすすめだとか。状況や使い手によって最適なヒーローは異なりますので、今回はそんな、騎兵ヒーローについていろいろと、深掘りしていこうかなと思います。では早速やっていこうと思うんですけど、まず細かいところに入る前に、各騎兵ヒーローを一言で、ご説明していこうかなと思います。で、まずは、レジェンドヒーローから行きましょう。で、トップバッターはキャサリンで、彼女は冒険モード最強ヒーローかつ、序盤の、初心者の方の力強い味方です。次にシンシア。彼女はコスパ最強の移動速度特化ヒーローですね。次にベラ。唯一無二の性能かつ、非常に高い火力を持った最強クラスのヒーローです。次にエレナ。汎用性が高く、高い火力と耐久性を、兼ね備えた非常に優秀なヒーローです。次に知らぬい。彼女は、育成がめちゃめちゃ大変な代わりに、圧倒的ナンバーワンの移動速度特化ヒーローです。次にスベン。彼は、野戦でも活躍できる上に、もうラリーで、もう大活躍できるヒーローです。次にジョナサン。私では救えないので誰か救ってください。次にフェリックス。彼は基本攻撃特化の優秀かつ万能な野戦ヒーローですね。で、レジェンドヒーロー最後はチェイシーで、彼女は唯一の騎兵駐屯が行えるヒーローで、現状最強ラリーのジュリアに対抗できるヒーローです。もうレジェンドヒーローだけでもこんだけいて、もう千差万別ですね。また、エリートヒーローなんですけど、パクは、バウンティで、活躍が見込めるヒーロー。フレイヤは、エリートヒーローながら、スキル才能を持ってるので、初心者の方におすすめできる騎兵ヒーローですね。一応緑で、アリソンもいるんですけど、彼女を使う場面はありません。ただ、エリートヒーローでも、序盤は非常に有用ですし、強くなった後も、バウンティでは、パクが使えたりするのは非常に良いところなのかなと思います。さて、そんな各ヒーローなんですけど、状況に応じて最適なヒーローというものは異なりますので、各状況別の、最適ヒーローや、育成するのに、おすすめなヒーローについて語っていこうかなと思います。では早速やっていこうと思うんですけど、まずは一番肝心な野戦ですね。現在の騎兵ヒーローで
理想構成を組むとしたら、ベラ・シラヌイ。これが1部隊目で、2部隊目を組むんだったら、エレナ・フェリックス部隊です。この部隊の、特徴などを、お話しする前に、純粋に今の騎兵ヒーロー単独での野戦の強さを考えたときに、知らぬい、ベラ、エレナが、もう頭一つ抜けてるんですよね。そしてその中でも、火力で言えば、ベラがトップで、総合的な性能を比較したときに、知らぬいとエレナだったら、知らぬいの方が高くて。なので、理想部隊を純粋に組むんだったら、まずはベラ知らぬいを、最終的にはベラ知らぬいを、組むのがおすすめです。また、この部隊は、ベラが戦闘開始時のレイジ獲得を持っているので、先手を取って、ベラのレイジスキルを打っていって、相手に火ダメージアップのデバフをばらまいて、なおかつ、知らぬいで移動速度ダウンのデバフを、ばらまくことができるので、もう相手は逃げたくても逃げられなくなるんですよね。なので、追撃性能も非常に強力な部隊になるのかなと思います。そして、2部隊目なんですけど、騎兵三強ヒーロー一角のエレナ。そして、全体的に高水準なフェリックス。この二人を組み合わせて、爆発的な火力とまではいかないものも、攻守ともに優れた、優秀な部隊になるのかなと思います。こちらがあくまで理想構成なんですけど、ぶっちゃけ、ここまでの理想構成組むのは大変じゃないですか。なので、どこかで妥協することが必要になると思うんですけど、ベラ、エレナ、フェリックス。この3人は、ラッキールーレットからの入手。そして、もう知らぬいは、これ今、新規で入手する方法はなくて、スキル上げるのに、万能かけらで交換するっていう、ことしかできないですね。なので、もう、育成大変すぎるじゃないですか。まあ、ただ、現状、ベラ、エレナ、知らぬいは、ちょっと別格の強さで、多分、ベラに関しては、これ、戦闘開始時のレイジ獲得とデバフ効果が、これ、あまりに優秀すぎるので、ベラは、おそらくなんですけど、3年後でも使われてます。そして知らぬいも、純粋な野戦性能では、インフレが進むと追い抜かれてしまって、使われなくなる日も、来るかもしれないんですけど、野戦才能を持ってるので、移動速度特化部隊としては、もう3年後、もはや5年後であっても、使われるヒーローです。なので、ベラと知らぬいって、正直捨てがたいんですよね。ただ、知らぬいは、知らぬいのかけら1枚につき、万能かけら2枚が、必要になるヒーローなので、なかなか育成が大変で。なので、まずは、ベラと、もう一人育てやすいヒーロー。
この育てやすいヒーローというのは難しいところなんですけど、基本はラッキールーレットや、デイリーブースターで集めていける方はエレナ。で、逆に、そちらよりもトップ司令官の上位入賞を狙っていった方が集めやすい方はスレン。このいずれかを、育成していただいて、まずはベラと、そのエレナかスベンどちらか、その舞台を、作っていただくのが、良いかなと思ってます。最終的な構成であっても、ぶっちゃけ、ベラとスベンっていう、追撃隊長コンビが、もう本当に強くて、ベラスベンで全然戦えるんですよね。私は現に、フェリックスを育ててないので、ベラスベンで組んで、エレナ・シラヌイで組んでるんで。なので、スベンを取って組み合わせていくのは、全然ありです。ただ、トップ司令官からは、あまり入手できず、基本的に育てていくとなっても、レジェンドのかけらで育てていくという場合は、純粋な性能だと、どうしてもエレナに、一歩を取ってしまいますので、エレナを育てていくのが良いのかなと思います。で、そして、ベラとスベンか、もしくはエレナ、覚醒したら、シラヌイや、フェリックスに手をつけていく、イメージですね。ただこれ、最終的に2部隊を組むことを前提としてお話ししているんですけど、野戦5部隊のうち、騎兵部隊を1部隊とする方は、最初からベラ知らぬいを、目標として突き進んでいっても良いのかなと思います。また、ベラやエレナ、知らぬいでも、あくまでちゃんとスキルを上げなきゃ、強くないので、その前段階もありますね。そうなると、候補となってくるのが、騎兵の育成しやすいヒーローである、キャサリン、シンシア、そしてエリートヒーローのパクとフレイヤ。この4人ですね。で、この4人を選ぶ上で考えていかなきゃいけないことがありまして、これは野戦部隊を組んでいくとき、すべてに共通することなんですけど、それは何かというと、スキル才能を持っているかです。このスキル才能、めちゃめちゃ優秀で、火力が飛躍的に上昇します。なので、野戦部隊を組む場合は、このスキル才能を持ってるヒーローをリーダーにしましょう。で、そしてそうなると、先ほどの、キャサリン、シンシア、パク、フレイヤ。この4人の中で、スキル才能を持ってるのは、キャサリンとフレイヤだけなんですよね。まず、キャサリンは非常に強力で、冒険モードでも大活躍なヒーローではあるんですけど、彼女は課金しないと入手できないヒーローなので、課金される方はキャサリン、無課金の方はフレイヤを育成していただくのが良いのかなと思います。ただキャサリン、注意点として、ただ入手しただけでは、このキャサリンは弱いです。これも全ヒーローに共通することなんですけど、最低限、
レイジスキルを上げないと、めちゃめちゃ弱いです。いくら、レジェンドヒーローではあっても、スキルを上げなければ、ちゃんと、レイジスキルだけ上げた、エリートヒーローに劣ります。なので、彼女を使う場合には、VIP 宝箱、こちらですね。こちらを、購入していって、レイジスキルだけはマックスにしましょう。初回購入でキャサリンを入手できて、そこからレイジスキルマックスまでは、追加でかけらが、合計で50枚、必要になりますので、だいたい1000円くらいでいけますね。それで序盤、めちゃめちゃ楽になるので、個人的にはかなりありなのかなと思います。ただ、ここでもう一つ注意点があって、彼女は序盤と冒険モードで優秀なんですけど、ベラやエレナ、そしてシラヌイなどと比べると、かなり性能差があって、最終的には使われなくなるヒーローなんですよね。なので、スキルは、このレイジスキルだけマックスにして、それ以上は育成しなくて OK です。覚醒するには、だいたい3万円くらい、かかるんですけど、今の環境だと、そこまでは割に合わないので、あくまで、レイジスキルだけ上げるのに、留めておいていただくのが良いのかなと思います。では、話を戻しまして、キャサリンかフレイヤをリーダーにしたときに、誰をアシスタントにするかですね。これについては、できれば、シンシア。ただ、シンシアをまだ入手していなかったり、レイジスキルを上げられていない方は、パクをアシスタントにしていきましょう。ただ、パクもシンシアもまだ入手できていない方は、一旦二人目のヒーローは考えなくて OK です。普通の、こちらの、ガチャですね。こちらの創作より、パクとシンシアは、入手することができまして、シンシアは、最初から、パクはサーバー開設から少し経った後に、入手できるようになりますし、パクはアンペーレからも入手できるので、入手できるまでは、まず一人目のヒーローをしっかりと育てていただくのが良いのかなと思います。また、シンシアとパクだと、シンシアの方が強いので、最終的には、シンシアを育てていく感じですね。また、シンシアは、この後お伝えする移動速度特化部隊として、大活躍なので、彼女を育成する価値は、もう、十二分に、ありますので、レベルや星も上げていって OK です。そして、ベラやエレナが入手できるようになったら、彼女らを育成して、ベラやエレナのレイジスキルがマックスになったら、世代交代で、ベラやエレナなど、最初お伝えした、強力な騎兵野戦部隊を使っていただくのが良いのかなと思います。では、先ほどのシンシアの話や、シラヌイの時にちょろっと出てきた、
移動速度特化部隊についてなんですけど、このゲーム、移動速度がめちゃめちゃ大事で、部隊が減ったり、相手の方が圧倒的に強かったりしたら、撤退しますし、逆に相手も部隊が減ったり、こちらの方が圧倒的に強かったら撤退すると思うんですけど、そういう場面で追撃できるかどうか、そして逃げられるかどうかに大きく関わってくるのが、この移動速度です。相手より移動速度が高ければ追撃できますし、逆に自分が撤退するときも追撃されずに撤退できるので、その移動速度に特化した部隊というのが、このドゥームステイにはありまして、騎兵は最も、移動速度が高いので、その移動速度特化部隊にめちゃめちゃ適してるんですよね。相手の弱った部隊や、ゾンビ狩りや収集してる部隊を狙い撃ちできるので、アイランドや諸島などの、などのイベントでポイントが稼ぎやすいのも、この移動速度特化部隊の魅力ですね。で、そしてこの移動速度特化部隊には、必要不可欠な才能がありまして、それは何かというと、この野戦才能です。この野戦才能によって、超大幅に移動速度を上げていくことができますので、この野戦才能を持っているヒーローを基本的にリーダーにしていきます。そして、その野戦才能を持ってる騎兵ヒーローは、知らぬい、紳士や、パク、この3人ですね。まあ一応、アリソンも野戦才能を持ってますけど、これはさすがにちょっと、性能的に難しすぎるので、彼女は除外で良いかなと思います。で、純粋的な性能を考えると、知らぬい、紳士や、パクの、順番で高くて、育成難易度も、先ほどの順番で、高いんですけど、パクとシンシアを純粋な、まあ、移動速度特化部隊としての性能で比べちゃうと、まあ、かなり、シンシアに分があるのも事実なんですよ。パクは、相手に移動速度のデバフをかけたりはできないんですけど、シンシアは、そのデバフを、かけられて、かつ、火力としても、シンシアの方が全然高いので。なので、まず最初に移動速度特化部隊を作るときは、シンシアを。そして、シンシアの育成が終わって、ベラやエレナなどの、強い野戦部隊を1部隊完成させたら、知らぬいの育成に入っていただくのが良いのかなと思います。また、アシスタントについてなんですけど、ベラかエレナですね。ここは純粋に野戦の性能です。また、1部隊目はベラがおすすめで、これはなぜかというと、ベラは、初期レイジ獲得を持っているので、先手を取りやすいんですよ。で、この先手を取れるというのは、移動速度特化部隊においても、めちゃめちゃ価値があって、相手が逃げてる時でも、
ベラのこのレイジ獲得効果があったおかげで、ベラの部隊だけ、レイジスキルを、相手に当てられたということが多々あるので。また、ベラは第2スキルで移動速度を上げていけるんですけど、エレナは覚醒しないと移動速度が上がらないので、その観点からも、移動速度が上がりやすいベラに部があるのかなと思います。なので、まずはベラを。そして2番目にエレナをアシスタントに選んでいただくのが良いのかなと思います。また、パクの使い道なんですけど、彼は戦闘終了時に移動速度アップを持っているので、バウンティーでめちゃめちゃ強いです。狙われてしまった時でも、一時的に移動速度アップのアイテムを使って、一瞬でも振り切れば、この加速効果が乗っていって逃げ切れるので、最後まで生き残ることが重要なバウンティで、かなり活躍が見込めますので、育てる価値は十分にあるのかなと思います。では次に、ラリーについてなんですけど、騎兵ラリーは、ベラスベン一択です。正直、それ以外で、ラリーを打つのは厳しいです。火力と耐久性が、この構成と、それ以外の騎兵構成で、差がありすぎるので、今、ラリーって、もう、ジュリアが強すぎて、かつ、アシスタントとして、ルイや、バード、ジョニーという、もう豊富な選択肢がある射撃が、もう一強状態なんですけど、唯一、それに対抗できる性能があるのが、ベラスベンで。ベラで火力を担保して、スベンの火ダメージ減少効果で、硬さを確保する非常に強力な構成です。序盤で、キャサリンやエレナなどの、火力が高いヒーローを、ラリーで使うことは、あるかもしれないんですけど、最終的には、騎兵ラリーは、現状この構成一択なので、騎兵ラリーを将来的に、打とうと思っている方は、今からでも、スベンを取って、良いのかなと思います。では次に、駐屯についてなんですけど、つい先日のチェイシー実装で、やっとできるようになりましたね。ただ正直、チェイシー以外は、騎兵駐屯に向いているヒーローっていうのがいなくて、エレナと組み合わせるのも、なしではないと思うんですけど、正直、強いとは言えないので、ヒーロー構成としては、チェイシーをリーダーにして、アシスタントは、ビクター。この構成で組んでいただくのが良いのかなと思います。また、あくまで、騎兵駐屯が強いというよりかは、現環境で、どうしても余りがちな騎兵を、たまに駐屯に回せるっていうのが、一番の、強みだと思いますので、メインで使うのではなくて、たまに使っていく感じですね。なので、あくまで上級者向けの、駐屯になりますので、早い段階でチェイシーを育成する必要はないのかなと思います。はい、ということで、今回の騎兵ヒーローについての解説は以上となるんですけども、いかがでしたでしょうか？
もう非常に、強力なヒーローが多くて、使いこなしていくことで、野戦やラリー、移動速度特化部隊でのポイント稼ぎなど、様々な場面で活躍することができると思いますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。